ライフイズキャンプ人生春ポーカーで本日の企画はラスベガスでポーカープロに100万円渡したら何日で200万円にできるの3日目。はい、ということでね、前回と前々回の動画見ていただけましたでしょうか。こちらの動画見ていただけたらね、1日目と2日目のね激アツ実践見れるんで、ぜひそちらを見た後にこの動画にカムバックアゲインジャンピンポッ今回の企画はプロポーカープレイヤーに100万円を渡すと何日で200万円に増やすことができるのかというタイムアタック形式の検証動画である。これだけではシンプルすぎてつまらないので、カメラマンから春ポーカーを追い詰める設定が設けられた。それは1日のポーカー稼働が終了した直後、サイドギャンブルに2000ドルをかけなければいけないというものだ。このサイドギャンブルの収支も全体収支に含まれるため、かなり過酷でクレイジーな挑戦となっている。しかしながら2日目の実践を終えた春ポーカーはポーカーで4000ドル勝ち、サイドギャンブルではプラスマイナスゼロと鬼畜な設定にも屈せず着実に収支を増やしている。このまま勢いを止めず疾風のごとく100万円を200万円に増やせるのか。ということでね、残り3500ドルというところで今回の企画達成なんですけどもね、最速で終わらしたいんで本日で頑張って終わらしたいなっていう風に思ってます。今回のラスベガス実践マジでキャッシュ調子いいです。勝率ほんまに8割超えてると思います。5点以上で僕自身ねアリアが一番やりやすいと思っていて、もう完全に掴んでるので3日連続ねアリアで実践してます。皆さん春ポーカーのポーカーさばき見ちゃってください。ということで3日目もハイレートポーカー実践やっていくということで始まりました春ポーカーは何日で100万円増やすことができるの企画3日目。本日もアリアの510に座ろうと思ったんですが、ウェイティングがすごすぎてなかなか座れないので510を待っている間に25に座ろうと思います。というところでこのハンドエースクイーンオフスーツ UTG からテーブル自体がかなり緩くめちゃくちゃプレイヤーが参加されるので、今回は大きめの 5BB オープンレイズ25ドルを選択しました。というところで春ポーカーのオープンに対してカットオフのプレイヤーが3ベット100ドルを選択。アリアの25はマックス1500ドルバーインでかなり皆さんディープで参加されているので、オープンやレイズ額もおのずと大きくなることが多いです。というところでこの3ベットに対して春ポーカーはコールを選択。ちなみに春ポーカーは25に久しぶりに座ったんですが、レートを1つ下げただけでこんなにもテーブルって美味しくなるんかっていうぐらいこのテーブルは甘かったです。というところでフロップに落ちたのはクイーンパチ5の2ダイヤのボード。春ポーカーはこのボードに対してチェックを選択すると相手もスナップでチェックバックされました。ターンはエースのクラブ。対面に座っているこの坊主のおっちゃんは直近で大きなポットを負けたため荒れている可能性も多いですし、エースは相手に有利なボードでもあるのでターンでは多く打ってくれるんじゃないかなと思い、春ポーカーはターンでスロープレーのチェックを選択しました。すると相手からベッド200ドルが飛んできて、それにすかさず春ポーカーはチェックレイズ500ドルを選択していきました。ドローもかなり見えるボードなので相手はエースヒット1本とかでやんちゃレイズをさらに返してくれたら嬉しいなという風に思っていました。ですが相手プレイヤーはレイズはせずコールを選択。コールでも十分美味しいなと思っている春ポーカー、リバーのカードに期待していきたいと思います。リバーに落ちたのはジャックのクラブ。一応ランナーでフラッシュが完成しているかもしれないというボードですが、春ポーカー自身クイーンのクラブをブロックしているためフラッシュの可能性はそこまで怖くはないかなという風に思っています。現状トップ2ペアの春ポーカーはリバーでもバリューベットを打っていかないといけないシチュエーションかなという風に思っています。春ポーカーが予想する相手のハンドレンジとしてプリフロップでの3ベット、さらにはターンでのチェックレイズにコールをしているので、エースキング、エースクイーン、エースジャックあたりを持っていることは多いんじゃないかなという風に思っていました。そこら辺のハンドに向けて春ポーカーは大きめのバリューベット900ドルを選択。ある一定ドローが滑っていることもあるこのボードで、相手は直近大きなポットを負けているということもあるのでガッツコールに期待して大きめにバリューを取りに行く形にしました。相手自身リバイした直後ではあるのでほぼほぼオールイン要求になります。この春ポーカーの大きめのリバーベットに対して相手プレイヤーは長考されるので早送りにさせていただきます。この表情を見るに相手はセット、ストレート、フラッシュなどは持っていない。降りるかコールするかの2択だと思います。頼む、降りんな、コールしろ、絶対に飛び降りんな。あなたそんなところで何をしてんの。やめなさい、それだけは。人生辛いこともあるけど楽しいことだっていっぱいあるの。例えばコーリン業とかもあるのよ。そうやぞ相手、降臨業して楽になれ。ですが相手はフォールドを選択。何しとんおめえ。悔しい、もう悔しい。ということで春ポーカーリバーの大きめのベッドにコールをもらうことはできませんでしたが、
2-5にて 200BB を超える1207ドルのポットを獲得。ナイス春ポーカーというわけで、先ほどのテーブルが美味しすぎて510に呼ばれた春ポーカーですが、2-5に居座り続けたのかなとも思っていました。ですが510の方がバチバチな戦いができるかなと思い、510に結局移動してきました。というところでこのハンド、ナインズボタンから春ポーカー、このハンドはもちろんオープンしていこうと思います。右隣のカットオフのプレイヤーがフォールドされたので、春ポーカーはシンプル 3BB のレイズ30ドルを選択。 SB、BB どちらでもいいから参加してほしいなと思っていると、 SB のプレイヤーからここで3ベット90ドルが飛んできました。アウトオブポジションからの3ベットサイズとしては安めのレイズサイズですし、ポジションがいい状況でこのナインズポストフロップを戦った方が得かなと思い、春ポーカーはコールを選択。一応4ベットを返すのもありかなと思っていましたが、このテーブルに座ってすぐだったので情報もないのでコール止めにしました。というところでフロップはジャック10-8のレインボーボード。春ポーカーのポケットペアに対して2オーバーは落ちてしまったものの、オープンエンドストレートドローがついているのでそこまで悪いボードではないです。というところで SB のプレイヤーからコンティネーションベッド100ドルが飛んできました。ストレートブロッカーも持っているので一部ブラフレイズに転じることもありやとは思いますが、今回はシンプルにコールで商談を目指していきたいと思います。ターンではストレートを引きたいところというところで、ターンは2のスペード、完全なるラグが落ちました。春ポーカーは依然と2オーバーが落ちている状況なので、そこまで強いハンドではないですが、ある一定商談を目指したいハンドを持っているなという風に思っていました。このターンカードに対して SB のプレイヤーは少し悩んでポットパツパツのベッド330ドルを選択。ターンで相手から大きめのベッドをもらったことによってポラライズされた状況となりました。3ベッドポットということもあるので、相手のバリューレンジで言うとエースジャックだったり上ポケ、あとはセットなどがあると思います。逆にブラフレンジで言うとキングクイーンやエースキング、エースクイーンなどがあると思います。春ポーカー的にはナッツレンジにあり得るストレートの9を2枚押さえているので、ブラフレイズをするのもありやとは思いましたが、先ほども言った通り相手の3ベッドレンジの中にもちろんバリューレンジはあるんですが、十分にブラフレンジも多く存在しているなという風に思いました。春ポーカーもスタックがディープですし、相手プレイヤーもスタックがディープということもあったので、ここでレイズを返してしまうと少しリスキーかなと思い、シンプルに商談を目指そうということで、相手のポットパツパツベッドに対して春ポーカーはコールを選択すると、リバーに落ちたのはジャックのハート。これは春ポーカーにとって都合のいいカードが落ちたなという風に思っていました。するとこのリバーに対して相手プレイヤーはチェックを選択。このジャックが落ちたことによって相手のエースジャック、あとはセットや2ペアのレンジが一部消えたので、相手は頑張ってブラフを打ってきてくれたのかなと思いチェックバックを選択すると、相手のハンドは67オフスーツ3ベッドポットということもあるので、春ポーカーが思っていたブラフレンジとは違いましたが、相手は67オフスーツという弱いハンドでいらんことをしてきていたようです。おい SB のプレイヤー、春ポーカーのこと舐めとったらあかんとよ。というわけで2-5から5-10のテーブルに移ってきて、徐々に情報を掴んでいきたいなと思っている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ、ジャックインオフスーツボタンから。ここで UTG プラス1のプレイヤーがレイズ30ドルを選択。このレイズに対して春ポーカーはどうするか。今回はポジションもいいのでコールを選択。今回はコールでしたが、相手の特徴に合わせてフォールド3ベッドどちらでもありだったと思います。というところで3ウェイでフロップはジャック10-3の2スペードのボード。春ポーカーにとってかなり都合のいいボードが落ちました。このボードに対して BB そして UTG プラス1のプレイヤーがチェックを選択。もちろんベッドをしてもいいんですが、春ポーカー自身クイーンのスペードを抑えているため、今回はチェックレンジを強くしてもいいかなということでチェックバックを選択。ターンに落ちたのは3のダイヤ。このボードに対して BB のプレイヤーがチェックを選択。 UTG プラス1のプレイヤーがベッド60ドルを選択されました。このベッドに対してポジションのいい春ポーカーはコールを選択するかレイズを選択するか。もう少しサイズが安ければレイズもありなんですが、95ドルのポットに対してベッド60ドルとまあまあ打ってきてくれているので、今回はコールでいいでしょうと思いコールを選択。このベッドに対して BB のプレイヤーがフォールドを選択。ヘッズアップでリバーに向かいます。リバーに落ちたのは7のダイヤ。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。フロップでスロープレイのチェックを選択したこともありますし、このボードで相手のリバーチェックあまり怖いところは想像できないのでバリューベッドを打っていきたいと思います。春ポーカーがリバーで選んだサイズはベッド120ドル。それに対して UTG プラス1のプレイヤーはコールを選択。春ポーカーがジャックインオフスーツを使用すると、相手はハンドをマック。スペードのフラッシュドローがフロップからある状態なので、クイーンスペードを押さえていなかったらフロップからベットしていたとは思いますが、クイーンのスペードを押さえていることによってフロップで一部チェックレンジを強めてもいいかなと思いました。その判断が功を奏したのか、リバーでのバリューベットもコールをもらうことができました。ナイス春ポーカー。いつもリスクヘッジを取ったバランスのいいポーカーができている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ、テンズ SB から UTG のプレイヤーがすでにリンプされている状況となります。それに対してボタンのプレイヤーもコールを選択。春ポーカー自身一番ポジションがないのでがっつりレイズをしていこうと思います。というところで選んだサイズは 6BB オープンのレイズ60ドルを選択。春ポーカーのオープンに対して UTG のプレイヤーがコールを選択。ボタンのプレイヤーはフォールドされました。というと
ところでヘッズアップでフロップに参ります。ちなみに補足情報として、この UTG のプレイヤーはほぼほぼリンプするようなフィッシュのプレイヤーだったので、春ポーカー自身も狙いをつけていたプレイヤーではありました。というところでフロップは843レインボーボード。春ポーカーのポケットペアに対してオーバーカードが落ちてないので、いいボードが落ちてくれたなと思っています。ほぼ毎回リンプするようなプレイヤーだったため、相手のハンドレンジはあまり予測できません。とりあえずは安めの CB で相手のハンドを絞っていこうということで、ベッド40ドルを選択。相手プレイヤーは春ポーカーの CB に対してコールを選択。ターンに落ちたのは4のクラブ。先ほども言った通り、何を持っているかわからないプレイヤーでもあったので、4を持っている可能性もあるなと思い、リスクヘッジでチェックを選択。すると相手プレイヤーはスナップでチェックバックされたので、おそらく4は持っていないだろうなと思っていました。このアクションに対してリバーではベットすることの方が多いと思いますが、春ポーカーが2回チェックを挟んだら、相手はさすがに春ポーカーが弱いと思い、安易にベットをしてきそうな相手ですし、相手プレイヤーがショートに見えていたこともあったので、春ポーカーはリバーで変則的にチェックを選択。すると相手はここで大きめのベッド230ドルを選択。ほぼほぼポットサイズのベッドを選択してきました。このベッドに対して春ポーカーはコールを選択するかレイズを返すか。ここで相手のスタックサイズを見てみると、およそ500ドルちょっとしか持ってない。水を呼吸16桁生成ルテン。少しトリッキーにはなりますが、相手のスタックがショートということもあったので、春ポーカーはここでオールイン要求。ターンリバーとチェックを挟んでいることから、このオールイン要求は少し不自然に見えることもあります。相手が相手ということもあるので、8ヒットもしくは9ヒットもしくは7以下のポケットペアとかでもガッツコールをするような相手です。そんな相手に合わせてマックスバリューを取りに行こうと春ポーカーは思いました。ですが相手はここでフォールド。さらに春ポーカーはここで衝撃の事実を見ます。相手はスタックの一番下に1000ドルチップを隠し持っていました。水を呼吸16桁正々堂々戦いよ。ということで春ポーカーは相手のスタックを見間違えてるっていうか、相手が隠し持ってたせいでリバー230ドルのベッドに対して1700ドルほどの超絶ドデカオールインを返していたという結果になりました。そう考えるとリバーのドデカレイズはミスプレイですが、お前ちゃんとスタック見せえや。相手のスタックの確認は細心の注意を払わないといけないなと再確認した春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。ジャックインオフスーツハイジャックから。春ポーカーは 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。この日のテーブルはめちゃくちゃやりづらいプロとかは座っていなかったので、かなりやりやすい状況でポーカーを進めていました。というところで BB のプレイヤーまで全員フォールドして、 BB のプレイヤーがここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。 BB のディフェンスレンジは広いので、それを加味した上で戦っていきます。というところでフロップはキング75の2ハートのボード。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。キングハイボードということもありますし、キングに近いジャックとクイーン、さらにはハートまで抑えているため、ここは十分に CB を打っていけるスポットかなと思い、春ポーカーは65ドルのポットに対してベッド30ドルを選択。この CB に対して BB のプレイヤーがコールを選択。ターンに落ちたのはキングのダイヤ。このターンカードに対しても BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカー自身ターンカードでドローは伸びなかったものの、キング周りのジャックとクイーンを抑えているので、春ポーカーはあくまでもキング主張でポケットペアなどを下ろしに行けたらなという風に思っています。さらにクイーンハートも持っているので、ターンで打ってリバーでハートが落ちた場合には3発ブラフも打ち込めるかなとも思っていました。ということで春ポーカーは125ドルのポットに対してターンでポットオーバーの150ドルを選択。このターンベッドでポケットペアだったり5ヒットぐらいを下ろせたらいいかなという風に思っていました。あとはエースハイなどは確実にこのベッドで降りてくれるんじゃないかなと春ポーカーは思っていました。ターンでの春ポーカーのポットオーバーベッドに対して BB のプレイヤーは少し悩んで、ここでコールを選択。ターンで降りてくれたら非常に楽だったんですが、そう簡単にはいかないようです。というところで BB のプレイヤーとヘッズアップでリバーに向かうこととなりました。リバーに落ちたのはキングのクラブ。このリバーカードに対して BB のプレイヤーは再びチェックを選択。リバーでジャッククイーン、そしてハートも落ちなかった状況ですが、このリバーカードに対して春ポーカー諦めのチェックをするか、諦めずにリバーでもブラフを選択するか。正直ターンでのポットオーバーベッドにコールされているので、相手はキングもしくはセブンあたりを持っているのが本戦じゃないかなとは思っていました。逆にドローでついてきたところの68だったりフラッシュドローには一部勝っているレンジもあるので、ここは正直チェックバックの方が良かったと思います。ですが春ポーカーは何を思ったか3発ブラフベッドをここで打ってしまいました。あくまで春ポーカーは最後までキング持ちもしくはクイーンズジャックス主張といったところでしょうか。ですがこのぐらいのベッドサイズだと7ヒットにもコールされてしまうと思います。
思いますし、下ろせるところで言うとエースハイのフラッシュドローぐらいかなと思うので、今思うとこのベッドはミスベッドかなという風に春ポーカーは思っています。そんなこんなでここで BB のプレイヤーからまんまとレイズ700ドルが飛んできました。ここで初めて春ポーカーリバーのベッド、ミスったなと思いながらジャックインを振り返ります。もちろんコールすることもできないので春ポーカーはフォールドを選択。アリアの510テーブルではベッドのプレッシャーだけでポットを取っていけるような甘い環境ではないことをここで再確認。リバーのベッドはさすがにいらんかったなと反省しつつ、次のハンドに向かいたいと思いました。大丈夫や、反省を生かして次で勝ち上げろ春ポーカー。あれとミスも認めつつ成長していく春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースキングオブスーツ BB から。現在 UTG のプレイヤーがレイズ30ドルを選択している状況です。そして UTG のオープンに対して SB のプレイヤーがコールを選択。春ポーカーこのアクションに対してはもちろん3ベッドを返していこうと思っています。そして選んだ3ベッドサイズはリレイズ140ドル。アウトオブポジションのエースキングオブスーツは大きめにレイズを返したくなりがちですが、 ACs やキングスなどを持っていた際にも同じような3ベッドサイズを選ぶなと思い、今回は適正サイズのリレイズ140ドルを選択。このレイズに対して UTG そして SB のプレイヤーがコールを選択。3ウェイでフロップに参る形となりました。滑るでおなじみのこのエースキングオブスーツ、春ポーカーの手にかかるとどうなる。フロップはエース10-5のレインボーボードモラクショーというところで、このボードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。かなりドライなボードということもあるのでスロープレイのチェックも視野に入れていますが、3ウェイということもありますし、ラッキー2ペアラッキーセットなどを引かせないためにも春ポーカーフロップから安めでもいいので CB を打っていこうと思います。相手のハンドを絞るためにも春ポーカーはポット420ドルに対してベッド160ドルを選択。キングクイーンやキングジャックジャッククイーンなどのストレートドローでも春ポーカーはこのようなベッドサイズを選ぶことがあると思います。というところで春ポーカーの安めの CB に対して UTG のプレイヤーはコールを選択。 SB のプレイヤーがどうするか。ここで SB のプレイヤーもコールを選択。人数減らず 3way のままターンに向かいます。都合よくエースクイーンやエースジャックなどを持っているプレイヤーがいたらいいなと思う春ポーカー。ターンに落ちたのは5のハート。このターンカードはもちろん5のトリップスでまくられた可能性もあるカードではありますが、逆に言うと SB、UTG のプレイヤーが5のセットを持っている可能性をかなり消してくれたカードとも言えます。このボードにおける春ポーカーのエースヒットプラスキングキッカーはかなり強いと言えるので、まだまだバリューを打っていけるハンドかなという風に思っていました。ですがやはり主にバリューを取っていけるのはエースヒット。このターンでもしっかりとベッドを継続してしまうと、春ポーカーがプリフロップで3ベッドしていたこともありますし、3ウェイに対してガツガツ打っている姿勢から敏感なプレイヤーはエースヒットでもキッカーが弱いと降りてしまうこともあると思います。キングハートも抑えているのでバックドアでのフラッシュドローも怖くないということで、春ポーカーターンでは一旦チェックを挟む作戦にしました。するとリバーに落ちたのは8のハート。3ベッドポットで考えるとこの8のハートはあまり関係ないカードかなという風に春ポーカーを思っていました。このリバーカードに対しても SB のプレイヤーはチェックを選択。ターンでチェックを挟んだことによってリバーでベットするとショーダウンまで確実に持っていけるということもあるので、エースヒットはかなりの頻度でコールするんじゃないかなと春ポーカーを思っていました。現在ポット額は900ドル。エースヒットがギリギリコールしてくれそうなサイズを打っていきます。ターンは一旦潜んだ。リバーではがっつりバリューを取らせてもらう。春ポーカーはベッド700ドルを選択。これは3ベッドポットや、どっちかエースぐらい持ってるやろ。コールしてみ。ただレイズだけはややこしくなるからやめてくれ。もしも相手がコールしたなら春ポーカーほぼほぼ勝っているでしょう。さあ春ポーカーに700ドルを差し出せと思っていましたが、 UTG のプレイヤーそして SB のプレイヤーもここでフォールド。割と安全なボードだと春ポーカー自身思ったのでターンではハメチェックをしました。リバーでのベッドにはぜひともコールを欲しかったですが、相手はどちらもエースを持っていなかったのか、少しトリッキーなラインではありますが悪くない動きができたと思います。次はバリュー取り切れ春ポーカーのポーカー稼働もそろそろギアを上げていきたいなと思っているところで、このハンドキング10スーツハイジャックから春ポーカーマイハンドとかは特にないんですが、このハンド結構好きですよというところで UTG のプレイヤーがリンプを選択。それに対して春ポーカーは 4BB オープンのレイズ40ドルを選択していきました。マルチウェイなどでも戦いやすいこのキング10スーツ、ストレートもしくはフラッシュもしくはロイヤルストレートフラッシュまで引いていくかというところで、春ポーカーの餌食になりに BB のプレイヤーがコールを選択。さらに UTG のプレイヤーもコールを選択されました。というところで3ウェイでフロップに参ります。フロップに落ちたのはジャック10-9の2
2ダイヤのボード。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。 UTG のプレイヤーはドンクベッド80ドルを選択。 UTG のプレイヤーはリンプといい、このドンクベッドといい、少し気持ち悪い動きを見せています。ですが春ポーカー自身、このアクティブプレイヤー3人の中で一番ポジションがいいということもありますし、セカンドヒット、さらにはガットショットストレートドローもあるため、このベッドにはもちろん降りる選択肢はありません。ドローも多いボードの中でショーダウンバリューもあるので、春ポーカーはコールを選択。春ポーカーがコールした後に BB のプレイヤーもスナップでコールされました。というところでターンに向かいます。ターンに押したのはデュースのスペード。関係のないラグのカードが落ちました。このボードに対してドンクベッドを打った UTG のプレイヤーはどうするか。 UTG のプレイヤーはここでチェックを選択。キング10スーツ、この3ウェイに対してバリューベッドを打てるハンドかというと微妙なので、春ポーカーもチェックバック。リバーに落ちたのは10のクラブ。春ポーカーにとって激アツのリバーカードが落ちてくれました。フラッシュなども完成していない状況でこのリバーカードバリューも取りやすいなと思っていると、まさかのここで BB のプレイヤーからベッド300ドルが飛んできました。レイズも考えましたが少しやりすぎかなと思い、春ポーカーはコール止めを選択。すると相手のハンドはまさかのストレート。嘘やリバーでは相手からのベッド額が大きかったということもありますし、レイズを返してコールをもらえるところで言うと10のキッカー勝ちぐらいだと思いますし、それ以上にこのようなストレートなどにミスバリューをしてしまう可能性の方が高いんじゃないかなと思い、コール止めを選択しました。ポットを取られる結果にはなりましたが、被害は最小限に済んだかなというふうに思っています。そうや春ポーカー、被害を最小化して利益を最大化しろ。この日もかなり稼働して現在午前2時を回ろうとしているような状況です。そのような状況で対面に座っているおそらくアジア人のプレイヤーですが、かなりアグレッシブかつチップの圧力をバンバンかけてくるようなプレイヤーだったので、春ポーカーそろそろ言わしたろうかなというふうに思っています。というところで春ポーカーはキングクイーンオブスーツがボタンから入っています。先ほど言っていたアグレッシブなプレイヤーがミドルポジションからレイズ50ドルを選択。それに対して春ポーカーはコールを選択するか3ベッドを選択するかで悩んでいます。相手の特徴的にオープン頻度も高いプレイヤーだったので、ここは3ベッドの方がいいだろうと思い、春ポーカーは3倍レイズのリレイズ150ドルを選択。ここから2ハンド連続でこのミドルポジションのプレイヤーとバチバチな戦いを繰り広げるので、皆さん見届けてください。というところで初陣となる今回のキングクイーンオブスーツは、ミドルポジションのプレイヤーが春ポーカーの3ベッドに対してコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ることとなりました。というところでフロップは1093の2ダイヤのボード。春ポーカーは2オーバープラスガットショットストレートドロー、さらにはクイーンのバックドアフラッシュドローまでついている状況となります。ボードとしては3ベッター側、コーラー側どちらも有利とは言えないボードとなっています。ですがフロップで CB を打つことによって相手の適当なエースハイなどは下ろせたらいいなと思い、春ポーカーはベッド110ドルを選択。もしもコールされたとしてもセット以外にはそれなりのアウツがあるので、全然コールされてもいいサイズを選びました。というところで相手はこの CB に対してコールを選択。ターンではジャック、キング、クイーンなどを引いてバリューに切り替えていきたいところ。というところでターンに落ちたのは5のスペード。ラグ中のラグが落ちました。このボードに対してミドルポジションのプレイヤーはチェックを選択。ダブルフラッシュドローボードということでターンでベットしてもドローに見られやすいので、ここはチェックでフリーカードを見に行ってもいいかなと思う春ポーカーですが、ベッドの選択肢も全然ありかなというふうに思います。テンズナインズは春ポーカーの方が多いと思いますし、そこら辺のハンドだったりハイポケットはこのボードにおいて結構強めのベッドを選択すると思います。今回は本物のハンドを持っている時と混ぜて強めのベッド450ドルを選択。9ヒットだったり8ポケ以下のポケットペアは確実に下ろしていこうかなという風に春ポーカーを思っていました。ターンのこのベッドで降りてくれたら楽だなと思っていましたが、そう簡単にはいかないようです。ミドルポジションのプレイヤーはここでコールを選択。このベッドにコールとなると強めのドローを持っているのか10ヒットあたりを持っているのか、セットなどを持っていたらレイズを返しそうな相手ではあります。そんな印象を抱えつつリバーに向かいます。リバーに落ちたのはキングのスペード。ナッツのストレートは引けなかったものの、春ポーカーはキングヒットをリバーで完成。割と悪くないボードが落ちてくれました。リバーで強くなった春ポーカーですが、リバーでもバリューベッドが打てるかというとミスバリューになる可能性も結構あるなと思い、春ポーカーはチェックバックを選択。相手は俺何も持ってないよと言ったので、春ポーカーキングクイーンオブスーツをショーすると相手はハンドをマック。相手はおそらくダイヤのフラッシュドローもしくはストレートドローあたりでついてきたのかなという風に思います。相手はこの春ポーカーのキングクイーンにイラついたのか、続いてのハンドではかなりかましてくるので注目です。今回の印象もうまく使って次に活かせ春ポーカー。人同
同士のバチバチな戦いみたいやつはどこのドイツだい？お前らだよ。というところでこのハンド、キングクイーンオフスーツミドルポジションから先ほど動画にしたハンドと全く同じハンドが30分後ぐらいに来ています。というところでシュンポーカーはレイズ60ドルを選択。ブラインドは現在5-10-20となっています。というところでカットオフのプレイヤーがシュンポーカーのオープンに対してコールを選択。そして先ほども対戦していた対面にいるアジア人のプレイヤーがリレイズ300ドルを選択。こちらのプレイヤーですが、シュンポーカーだけにではなくどのプレイヤーにも結構なハイプレッシャーをかけるなというような印象でした。単純に上手いプロのプレイヤーだと相手のハンドレンジやアクションに合わせて持っていないだろうという時に適切に結構なプレッシャーをかけてくることが多いですが、このプレイヤーはそのタイミングとかは関係なくいらんことしてくるようなプレイヤーということで、この3ベッドもただいらんことしてるだけでそんな強いハンド持っていないだろうとシュンポーカーは思っていました。それならここは一発かますか。虫の呼吸超の舞戯れ。相手は SB とポジションも悪いです。変なプレッシャーをかけてくる相手に対してさらなるプレッシャーをかけていきます。シュンポーカーはここで4ベッド820ドルを選択。シュンポーカーが4ベッドするとカットオフのプレイヤーはほぼほぼ降りるだろうと思っていたので、60ドルのデッドマネーも美味しいなと思っていました。シュンポーカーのライト4ベッドによって SB のプレイヤーもフォールドしてくれたら一番嬉しかったですが、 SB のプレイヤーはここでコールを選択。先ほどのハンドが効いたのか、シュンポーカーと我慢強く戦っていきたいという相手の姿勢が見えます。4ベッドポットでキングクイーンオフスーツ、あまり強いハンドではないですがポジションもいいので冷静に立ち回っていこうと思います。というところでフロップはジャック10-7のレインボーボード。シュンポーカーは2オーバーに加えてオープンエンドストレートドローもついている状況となります。レインボーボードということもあるのでキングクイーンオフスーツにとってはかなりいいボードが落ちてくれたなと思っていました。このボードに対して相手プレイヤーはスナップでチェックを選択。シュンポーカーはオープンエンドストレートドローもついているのでできればリバーまで見に行きたいハンドを持っているなと思っていました。ここは安めに CB を打つことによってフロップでセットを積もることを祈ってプルフロップで頑張ってコールした6ポケ以下のポケットペアを下ろしつつリバーまでポジションの優位性を生かしたままで戦える体勢を作ろうと思いました。現在1730ドルのポットに対して3分の1以下の CB でも6ポケ以下のポケットペアなら降りてくれると思いました。ということでシュンポーカーが選んだコンティネーションベッドのサイズはベッド530ドル。シュンポーカーも相手プレイヤーもかなりディープ同士の戦いということもあるのでかなりひりついた展開になってきました。食うか食われるかのこのデカポット、ディープ同士の戦いということで少し怖さも覚えますがこの瞬間が一番楽しい。こういう勝ちが確定していない状況が一番ギャンブラーの心をくすぐります。というところで SB のプレイヤーはここでチェックレイズ1300ドルを選択。はいこういうことよくするやつよねお前。相手はセット主張でレイズを返してきたのか。もちろん相手プレイヤーもセットを持っている可能性はあると思いますが高頻度でチェックレイズを返すプレイヤーということもありますし、シュンポーカーこのハンドでこのボード降りるわけにはいきません。もしもーし、バリューですか？ブラフですか？現状相手がバリューでレイズしてきているのかブラフでレイズしてきているのかシュンポーカーには分かりませんが、こういうタフな相手に対してしっかりとコールで対抗できるハンドを持っていてよかったなと思っています。というところでシュンポーカーはコールを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのはクイーンのハート。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。シュンポーカー自身フロップ時点よりかはハンドを強くしましたがチェックレイズを返されている時点でこのクイーンヒットはある程度マージナルなハンドと言えます。フロップ時点で相手がストレート、セット、2ペアなどを引いていた場合このクイーンヒットはむしろ引かされたという状況にもなり得ます。フロップでチェックレイズを返されている時点でこのクイーンヒットでやったークイーンヒットしたからバリューベッド打っていこうという考えでは甘いです。割とポラライズされた状況ではあるのでシュンポーカーこのキングクイーンワンチャンブラフでオールインかますのもありかとも思っています。ブラフする理由としてはこのボードにおけるナッツレンジのエースキングがほぼこちら側にしかないという理由です。ですがブラフするには少し強すぎるハンドを持っているかなという側面もあります。フロップ相手は8ポケや9ポケなどでストレートブロッカーを利用してブラフレイズをかましているかもしれません。そこら辺のハンドに対しては十分にショーダウンバリューがありますしこのハンドをブラフハンドにするのはもったいないということでチェックバックを選択するとリバーに落ちたのは7のハート。このリバーカードは相手からベッドが飛んできてもコールしないといけないかなと思っていましたが相手はチェックを選択。シュンポーカーはチェックバックすると相手のハンドは2ポケでした。やっぱお前かましてきてたな。もしもーし、頑張ってますね。
ということで相手プレイヤーは春ポーカーの4ベッドに対して2ポケでコール、さらにフロップでセットが刺さってないにもかかわらずチェックレイズをかましてきていたようです。もちろんアクションラインとして相手プレイヤーも悪くないところを取ってきたとは思いますが、さすがに今までのプレイでもいらんことしてきよるなっていう印象が根強かったので、春ポーカーもそれに合わせて臨機応変に立ち回っていくことにしました。ということで少しラッキーはしましたが、4330ドルのポットをここで獲得。いいぞ、調子上げてきたぞ春ポーカー。ということで現在時刻は午前4時ほど。皆さん深夜テンションでギャンブルしようやみたいな感じになってストラドルがやばいことになっています。というところでこのハンド、パックンオフスーツミドルポジションから今回ブラインドは5ドル、10ドル、20ドル、40ドル、80ドル、160ドルという意味がわからないブラインドになっています。ということで春ポーカーはミドルポジションで80ドルのストラドルを担当しています。すでにカットオフ、そして UTG プラス1のプレイヤーがコールしていたので春ポーカーもコールを選択。ハイジャックのプレイヤーはチェックしました。ということでリンプボットなのにもかかわらずポットは現在815ドル、5ウェイでフロップに参る形となりました。フロップはジャック75のレインボーボード、これはかなり熱いボードが落ちてくれました。少し分かりづらいかもしれませんが、春ポーカーはダブルベリーという両面待ちのストレートドローがある状態です。5ウェイというマルチポットにおいてこの両面待ちがあるのはかなりでかい。さらに6を引いても10を引いてもナッツになります。このボードにおいて春ポーカーから打ち出してもいいんですが、フリーカードを見れた方が嬉しいなと思いチェックを選択。4プレイヤーがチェックしてカットオフのプレイヤーがどうするか。もちろんカットオフのプレイヤーにベットされても春ポーカーコールもしくはレイズ以上の選択肢で考えています。ここでカットオフのプレイヤーが815ドルのポットに対してベッド210ドルを選択。かなりお手頃サイズのベッドなので春ポーカー的にもそこまで嫌なベッドではありません。このベッドに対して UTG のプレイヤーはコールを選択。春ポーカーのターンとなります。ここで春ポーカーはコールを選択するかレイズを選択するか。このマルチウェイにおいてナッツになり得る両面待ちのドロー、人数を増やしてもいいかなと思い春ポーカーはコールを選択。フロップのベッドでは2人がフォールドして3ウェイでターンに向かうこととなりました。ぜひとも激アツなターンを落としてほしいというところで落ちたのは2のダイヤ。春ポーカーは惜しくも激アツのストレートを引くことはできず、 UTG のプレイヤーはこのターンカードに対してチェックを選択。春ポーカーもチェックするとカットオフのプレイヤーもチェックを選択すると、なんとリバーに落ちたのは6のスペード。春ポーカーはナッツストレートを完成。なんとこの状況で激アツな展開が待っていました。このボードに対して UTG のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーはリバーで何かしらからバリューベットを取りに行くのか、それとも潜みのチェックを選択するのか。信じれんな。誰か倒れて後ろに控えてるのはカットオフのプレイヤーしかいいひん。ここはスロープレイのチェックはもったいないでしょう。そう考えて春ポーカーは1445ドルのポットに対して安めの600ドルのベットを選択。現在時刻は午前4時。深夜テンションでオールインとかぶつけてこい。そんないやらしいことを考えていましたが、カットオフのプレイヤーはフォールドを選択。残すは1人 UTG お前だけや。ちなみにこの UTG のプレイヤーもタフコールが多かったりいらんことしいなプレイヤーだったので、ここでワンチャンレイズあるかと思っています。ここで UTG のプレイヤーは春ポーカーの600ドルベッドに対して長考に入られるので早送りにさせていただきます。お前もそれなりにいらんことしてくれやろ。この600ドルの小さいベッドにビビんな。よコールしねえのかよビビリ君。相手プレイヤーはかなり悩んだ後にここでゆっくりハンドを捨てました。くっそー。ああやっぱりお前うざいよ。ということで皆さんの深夜テンションの中激アツな展開を引いた春ポーカーですが、リバーの超バリューベッドにはコールをもらえず少し悔しい結果とはなりましたが、ポーカー稼働終盤戦で1445ドルのポットを獲得。そしてこのポットを取った次のハンドがこちらです。春ポーカーはこの時点でかなり終始プラスで鬼のディープスタックになっていました。今回のハンドは4級オフスーツということで春ポーカーはもちろん参加はしていませんが、この深夜テンションのエグいストラドルのせいで春ポーカーの左に座っていたまともなプレイヤーもジャックス VS クイーンズのプリフロップオールインで意味わからんバッドビート食らうみたいなことも起こってました。このストラドルの流れを止めるのも申し訳ないですし、比較的にもこのタイミングでギャンブルポーカーをするのは少し違うなと思ったので、春ポーカーはここで退散することを決めました。ということでね、3日目の実戦終わりました。疲れた。11時間ぐらい稼働しました。ということでね、春ポーカーの本日のポーカー収支なんと4300ドル勝ちということで爆勝ちしたんですけどもね、なんか深夜乗りみたいな感じでストラドルしまくろうみたいなノリが始まったんで、ただのギャンブルになっちゃうんで春ポーカーちょっと焦って抜け出しました。ということで春ポーカーなんですけどもね、もう企画達成してるんよ。
ここにもう1万6000ドルぐらいあります。100万円から200万円にっていうところは達成できたんですけども、いかんせんねサイドギャンブルをやらなあかんと言い出すんすわ、このカメラマン。ってことでね、本日ね2000ドルサイドギャンブルで勝てたら今日で終わります。企画なんですけども、負けたらねまた足りなくなるんで、明日も実践しようと思います。1日目バカラやって2日目ルーレットだったんで、本日はねブラックジャック21に近づけるゲームやっていきたいと思います。もうねサイドギャンブルで戻されるみたいなカメラマンのね思惑通りには俺いかへんで。ってことで最後勝って終わりたい。行ってきます。ということでポーカーの稼働終わりではこの企画を達成している旬ポーカーですが、このブラックジャックで負けてしまうと本日で企画達成ということはできない状況になってしまいます。絶対に負けられないブラックジャックがここにはあるというところで、旬ポーカーはここで2000ドルをベット。ラスベガスでプロギャンブラーが100万円増やす企画の運命をかけた一戦がここに始まります。というわけで旬ポーカーのフェイスカードは8のクラブ。10カードだったら少し弱いので3が欲しいところ。本当に来てしまいました。2枚目に現れたカードは3のクラブ。そしてディーラーのフェイスカードはかなり弱い3。ここは行くしかない。ブラックジャックのベーシックストラテジー上ではこの状況絶対にダブルをいかないといけません。ですが現状すでに2000ドルかけてる。旬ポーカーは4000ドルをかけるリスクを冒せるんか。ここで旬ポーカーはなんと4000ドルをベット。10カードを引いたら21、最強のハンドになります。ダブルをしたことによってカードを引くチャンスは1回のみ。頼む俺引いてくれ。奇跡の10カード引いた。俺は引いたぞ。この土壇場で奇跡の21。さあディーラー、このまま俺を勝たせろ。ナイス。ディーラーのカウントは18で旬ポーカーの勝利。この企画3日目にして最高のフィナーレを迎えました。一撃ブラックジャックで4000ドル勝ち、日本円にして約60万円の勝利です。土壇場でよくかました。ナイス旬ポーカー。はい、ということでね、奇跡のブラックジャック実践見たかお前ら。旬ポーカーダブルで見事ブラックジャックを引き当て2000ドル勝つどころか4000ドル勝ってまいりました。最高の締めになりましたね。ってことで何時間経過しましたか61時間しか経ってないです。早すぎー。しかもさ喉ガラガラやけどさ、興奮しすぎて7500ドル勝てばいいだけやったのにさ、ポーカーで8300ドル勝ち、サイドギャンブルでね4000ドル勝ちで合計収支はこちら61時間っていうねかなりいい好タイム残せましたし、サイドギャンブルのね夢も最後の最後に見せれたと思います。ってことでポーカープロに100万円を渡したら何時間で200万円できるのかというよりかは、トッププロの旬ポーカーに100万円を出すと61時間でねこれだけのお金を増やすことができるってことがね検証できたので、かなり神動画になったんじゃないかなっていう風に自負しております。よかったらねグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ここまで見てくれた方ありがとうございました。Life is Gamble is on マジで嬉しい。